はい、皆さんこんにちは、高谷です。本日は2024年6月26日です。今回は HKT48 劇場で開催されるひまわり組パジャマドライブ公演を見に行きます。この公演はチーム H が行っている目撃者公演やチーム K4 が行っているここに立って天使を得る公演とは異なり、チーム公演ではありません。そのためチーム単位で出演メンバーが決まっておらず、 HKT48 のメンバーであれば誰でも出演することができます。ここ近年はそれぞれのチームに所属するメンバー数が公演開催に必要なメンバー数16人に達していなかったため、各チーム公演に他のチームのメンバーが出演することはよくありました。しかし今年に入り研究生が正規メンバーに昇格し、各チームのメンバー数が増えたことで他のチームのメンバーが出演する機会はほぼなくなりました。つまりチーム公演は出演メンバーが固定され、他のチームのメンバーとの共演はほぼなくなりました。その一方でひまわり組公演は出演メンバーが固定されていないので、普段は見れないメンバー同士の共演を見ることができる貴重な公演です。そんなひまわり組のパジャマドライブ公演ですが、2024年6月9日に開催された劇場公演で演目変更の発表がありました。パジャマドライブ公演は7月13日に終了し、7月17日から逆上がり公演が始まります。各公演の詳細については後で説明します。残りわずかとなったパジャマドライブ公演を悔いのないように楽しもうと思います。このタイミングでパジャマドライブ公演、そして7月17日に初日を迎える逆上がり公演の歴史や見どころについて話をします。パジャマドライブ公演は HKT48 は過去に2回行ったことがあります。1期目は2013年11月2日から2015年12月14日まで、2期目は2022年8月4日から2024年7月13日までの期間開催されています。1期目は1期生から3期生、ドラフト1期生、2期生まで出演経験があり、2024年6月時点の現役メンバーの中では9人しかいません。今でこそアイドル歴9年から12年のベテランメンバーたちですが、当時はデビューして半年から2年の若手メンバーでした。年齢も20歳以上のメンバーは3人しかおらず、ほぼ中学生高校生メンバー。最年少は当時12歳の今村マリアちゃんでした。この時代のパジャマドライブ公演を見たい方は DMM の HKT48 ライブオンデマンド月額会員限定で振り返り配信をしていることがあるので、そちらをご覧ください。2期目は4期生から6期生、ドラフト3期生も出演経験があり、7期生以外の現役メンバーは全員出演しています。セットリストは同じですが、この7年間で半分以上のメンバーが入れ替わり、ベテランと若手が共演することで、ベテランメンバーは昔を思い出させてくれる、若手メンバーはこれからの成長を見届けられるなど、どちらの良さも目立つ公演でした。そんな2期目のパジャマドライブ公演も約3週間後の7月13日に千秋楽を迎えます。逆上がり公演は2009年4月11日から2010年2月21日まで AKB48 チーム K が行っていた公演です。その後 SKE48 チーム E、NMB48 チーム B2、SNH48 チーム N2、NGT48 チーム G でも実施され、2022年4月25日から2023年10月13日まで AKB48 チーム K で再演されていました。そして2024年7月17日から HKT48 ひまわり組で公演初日を迎えます。国内48グループの中では STU48 と HKT48 以外は行ったことのある公演で歴史のある演目です。また秋元才加さんや宮沢沙絵さん、梅田彩香さん、大島優子さんを筆頭に AKB48 のレジェンドたちが作り上げた公演でもあります。 HKT48 のメンバーはどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか注目です。初日公演は当選すれば見に行きます。セットリストや公演の見どころ、感想などはその時話をしようと思うので、見逃さないためにチャンネル登録よろしくお願いします。千秋楽は当選するかわからないので、これが僕にとって最後のパジャマドライブ公演になるかもしれません。そんな本日の公演の出演メンバーは荒牧美咲ちゃん、伊沢美優ちゃん、市村愛理ちゃん、伊原杏奈ちゃん、今村マリアちゃん、江口ココアちゃん、大内凛香ちゃん、大場里咲ちゃん、北川ひいろちゃん、栗山里奈ちゃん、渋井美奈ちゃん、田中ゆりちゃん、福井かれんちゃん、藤野ココアちゃん、松岡花ちゃん、森崎さやちゃんです。栗山里奈ちゃんは先日の6月11日に初めてセンターポジションで鏡の中のジャンヌ・ダルクを披露しました。同じく6月11日の公演で大場里咲ちゃんが劇場公演出演回数100回を達成しました。また荒牧美咲ちゃんは昨日の目撃者公演で700回を達成しています。そして福井かれんちゃんは6月14日をもってパジャマドライブ公演の全てのユニット曲、そして全ポジションに出演しました。つまり16個のポ
ポジション全てを制覇したことになります。シアターの女神と呼ばれていた上野遥ちゃんと並ぶ大記録を達成しました。松岡花ちゃんは今年の秋頃に HKT48 を卒業するので、17日から始まる逆上がり公演には出演しません。7月のスケジュールによっては花ちゃんにとって本日が最後のひまわり組公演、そしてパジャマドライブ公演かもしれません。同時にチームエイジメンバーと劇場公演で共演できる最後の機会となります。曲中はもちろん MC にも注目です。それでは時間ですので、劇場内に入り公演を楽しんでいきます。公演が終了しました。入場開始の5分前に劇場に到着し、ロビー内に入ると2期生楽曲の僕らのスタンドバイミーが流れていました。そういえば最近は全く聴く機会がなく、かなり久しぶりに聴いたなとふと思いました。座席番号は186番で、決して前の方の席ではなかったのですが、上手側の花道に近い席で最前列に次いで近い距離からメンバーからのレスをもらうことができました。公演後のお見送り会ではメンバーの対応が非常に良く、最後まで気持ちよく楽しい公演でした。本日は雨の予報でしたが、公演開始時刻と終演時刻前後だけ雨が止み、雨に濡れることなく劇場に足を運ぶことができました。それでは今からいつも通り公演の感想を話していきます。パジャマドライブ公演といえば、普段は見ることのできないメンバー同士の共演です。同期やプライベートで仲の良いメンバー、絡みが少ない意外なメンバーなどの組み合わせが楽しい公演です。また高度なダンスパフォーマンスは必要ないので、メンバー一人一人の個性や魅力、素顔や仲の良さを感じることができる、見ていて居心地の良い公演でもあります。そんなパジャマドライブ公演の良いところが、最も目立つのはユニット曲だと思います。天使の尻尾は同期の5期生、田中いおりちゃん、栗山里奈ちゃん、市村愛理ちゃんの大人メンバー3人が披露しました。若いメンバーがすることの多い王道アイドルの曲ですが、曲に合わせて3人とも髪型を低めのツインテールにするなど、可愛さと面白さが融合したユニットでした。また市村愛理ちゃんは初めて天使の尻尾に出演し、さらに初センターでした。サプライズではありましたが、公演写真撮影後の自己紹介 MC の立ち位置を間違えていたので、気づいた人は多かったと思います。おそらく本日の公演が最初で最後の天使の尻尾センターでした。純情主義は同期の6期生、森崎さあやちゃん、伊沢美優ちゃん、北川ひろちゃんの仲良し3人が披露しました。曲の雰囲気や衣装などが大人らしい3人に合っていて引き込まれるパフォーマンスでした。ちなみに森崎さあやちゃんは約1年前の6期生だけが出演したパジャマドライブ公演にセンターポジションで出て以来、久しぶりに新しいポジションで出演しました。また伊沢美優ちゃんは初めて全体曲のセンターを務めました。渡辺真由さんと同じポジションで公演に出れたのはとても嬉しかったと思います。手もでもの涙は松岡花ちゃんと大内凛香ちゃんの2人が猫耳ヘアで披露しました。この2人の手もでもの涙は今回の公演で最後でした。鏡の中のジャンヌ・ダルクは同期の6期生、江口ココハちゃん、藤野ココハちゃん、渋井美奈ちゃん、大場里咲ちゃん、伊原杏奈ちゃんの5人が披露しました。曲中はもちろん、その後の MC もチャーハン部や江口ココハちゃんの燃え袖について、伊原杏奈ちゃんの身長が伸びた話など話題が多く、とても面白かったです。詳しくは DMM をご覧ください。また伊原杏奈ちゃんは明日6月27日でバックダンサーとして劇場デビューしてちょうど2年が経ちます。劇場公演だけでなく身長や先輩のモノマネなど、これからの成長がとても楽しみです。本日の公演はドラフト2期生の松岡花ちゃんと今村まりあちゃんの2人が揃う最後のパジャマドライブ公演でした。特に松岡花ちゃんは次の逆上がり公演には出演しないので、ひまわり組公演に出演するのは来月7日のパジャマドライブ公演で最後です。チーム H のメンバーはチームが違うため、卒業まで一度も同じ公演に出られないメンバーもいると思います。これで最後の言葉を聞くたびに時間は少しずつ過ぎているのだなと実感します。その一方
方で逆上がり公演の振り入れが初日公演の3週間前である昨日全て終わったらしいです。 AKB48 チーム K のレジェンドたちが作り上げた公演を今の HKT48 がどう表現するのかとても楽しみです。初日公演は当選すれば見に行きます。その時は動画を出すのでご視聴よろしくお願いします。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また YouTube の検索欄に HKT48 高谷と検索するとトップに僕のチャンネルが出てきます。そこからでもチャンネル登録と動画視聴ができます。ご視聴いただきありがとうございました。